皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋オーズで指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型が今回相手の方のね、試験飛車に対して私がね、持久戦模様、まさに穴熊を目指そうとした瞬間に相手の方が速攻を仕掛けてきまして、藤井システムにも似た仕掛けではあるんですけれども、そこの対応がね、ポイントとなりました。そのあたりを丁寧に大盤で解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速大盤の方で振り返っていきたいと思います。本局も私の後手番ですのでね、将棋オーズ実戦編とはですね、対局編とは前後上下が逆になってますけれども、その辺の方も、楽しんでいただければなと思います。7六歩、私が後手で3四、そして6八飛車と四間飛車ですね。で6二銀、これ4八玉から角道を止めない形ですとね、角交換型の振り飛車が考えられたんですが、本局は6六歩といった形を止めてきました。6六歩に対して8四、7七角、4二玉、7八銀、3二玉と角道を止めて、四間飛車のオーソドックスなね骨格ができたんですけれども、ここでね、3八銀や1六歩とね藤井システム考えられたんですが、実際4八玉、5四歩、3八玉とね玉の移動をね急ぐ指し方でしたね。でここで私はここで3三角と、先手の方が4八玉3八玉というね王様を移動する手を指してね、ちょっと持久戦模様の形だったのでね、私の方としても3三角と上がって穴熊を目指していきました。この2手が例えば3八銀1六歩とかありますとね、対穴熊の居飛車穴熊のシフト、いわゆる藤井システムという形ですのでね、3三角と上がると場合によっては速攻をね仕掛けてくるかもっていうことがあるんですけれども、本局はね、4八玉3八玉だったんで比較的3三角をね選びやすかったということですね。ただこの3三角を見て2八玉とねやれば一局の穏やかな将棋なんですが、6五歩が結構ね、積極的な手でしたね。で角交換角上がってすぐ角交換ではね、一手上がった手が私の方としてもねちょっともったいないので5三銀と、これはね角を相手から交換してもらえば同桂でね、手の損得なしに、というかね、手を得して後手がね交換駒組みができるということですね。これは先手の方もそうですね。先手の方も後手の方から交換してもらった方が手が得するということで、この睨み合った状態で実戦5八金左と上がりました。で8五歩、そして4六歩、5二金右、3六歩と、この2手もね非常に積極的な手ですよね。当然無難っていうかね、普通に王様を囲うながら2八玉3八銀なんですけれども、4六歩4三六歩、ただ最近の振り飛車ではね結構この形が増えてきてますね、実はね。で、2二玉に3七桂と、そして、ここで4四歩と私の方がつきました。ここはね私の方もねちょっと苦労する、ちょっとした苦労がするところで、ここまで王様囲ったんですけど、もちろん一番簡単なのは左美濃にして戦うのが一番シンプルですね。左美濃にして穴熊諦めちゃえば交換してくれば同桂でいいですしね。ただ穴熊に組みたいって場合がちょっと難しくてですね、これ1二香って上がるとこの瞬間に3三角成が嫌な手なんですね。同玉ですと4五桂がありますし、同桂ですと7七銀と上がられて、手は損しないんですけど、これ桂馬がバズっちゃうとねもう穴熊にすることは不可能ですので、ちょっと穴熊に組めなくなっちゃうと。なので左美濃でいいよっていう考え方なら、3二銀なんですけど、どうしても穴熊にしたいっていうかね、穴熊模様にしたいということで4四歩と止めました。こう止めてしまってね、もし先手の方から動いてこないで、例えばこれね最近の流行りなんですけど、2九玉から3八金ってね、こういう囲いが最近流行ってるんですけれども、これで例えば1一玉と引いて、こうなればね居飛車穴熊にできそうなんでね、これが私のイメージした展開だったんですが、相手の方はねちょっと序盤もそうだったんですけど、少しね積極的な指し方を好まれる方かもしれないですね。この4四歩を見て、許さんと2五桂とね、さあこの2五桂、この局面ですね、この局面2五桂がうまくいくかいかないかがね、そのまま本局はね形勢そして勝敗に直結するようなね、大事なところになりましたね。何気ないところなんですけどね、やっぱり守備の桂馬が飛んでいくっていうのはね非常にリスクがあって、うまくいけばそれ当然ね見返りも大きいんですけれども、で2五桂に対してね、もちろん角を私の方が取られちゃいけないんで角をどっかに逃げるんですが、
まあ全部ありますね。ただ1号だけはないですかね。1号出ても1億使うと結局逃げるしかないんでね。まあ24か42か51か全てありそうなんですが、まあ、24に出ると、4六の歩を狙えるというメリットがあるんですけれども、例えば4五歩と突かれて4六角に、まあこれで香車を取られたらいいんですけど2八銀とかね、こうやられるとちょっとね、まあ角がこう攻めに使えたんですけどそれほどうまくいかないと。ですので実戦は4二角とこちらに引きました。ちょっとね形がいびつに見えますが、2四に出てしまうとこの飛んできた桂馬を捕獲する手が回らないんですね。なので4二か5一引いてこの桂を取りに行くっていうのが、まあ、組み立てたいところ後手のね。で5一か4二かの違いなんですけども、4二の方が何かの時にこの銀が動いた時に6四歩同歩同飛車とね飛車に暴られる手を防いでるということですね。でそういうことで私は4二角と。まあこれでね次2四歩2五歩と何事もなく桂馬を取れれば、まあ労せず後手優勢になるんですが、もちろん4五歩と来ると。さあこれねこういうの気持ち悪いですよね。まあ穴熊に組もうとしたら、まあ、こう襲いかかってくるっていうのはね、まあ多分居飛車党の方ではね対振り飛車で、まあ、こういう手をやられる経験はねどなたでもあると思うんですけども、まあ、本局において言うと藤井システムの部分的な形なんですけど、藤井システムとの違いがね大きな違いがあるんですね。それがまず王様の位置ですよね。まあ藤井システムの場合は基本的に王様はまあ居玉、あんまり囲わない。なぜ囲わないかというと、こちらに行くとかえってね戦いに近くなってしまうっていうことなんですね。この場合もちろん囲うならここにいた方がいいんですけど、戦うんであればここにいた方が遠いわけですね。でかつこの1手2手を攻めの例えば6七銀5六銀と銀とかに使えるわけですね。あるいは1六歩1五歩ねで端攻めとか。ということでこの局面というのは、まあ、後手はこう角と桂で小瓶を狙われるっていうね、王様を狙われるって一番嫌な、指してると嫌なんですけど、よくよく見るとそれのみなんですね。それのみ。もう角と桂で王様の小瓶だけ受ければいいんですね。これが5六金とかなってると銀が加わってくるんで、もう考えないといけないことが非常に増えます。あるいは端歩が伸びているとどっから端を攻められるかもしれないということで、小瓶攻めプラス端攻めという形になるんですけど、この形は藤井システムの部分的な攻めなんですけれども、攻めが玉の小瓶だけっていうのが非常に大きなところです。ですので角と桂と歩だけの攻めなので慌てなければ受け止められるということですね。例えばこう慌ててしまうバタバタとね4三金とかねなんとなくこう雰囲気で上がっちゃうと4四歩と取られて、どちらで取っても4五歩というような手でやられてね5五銀に5六歩と、まともにやってしまうと結構ねご先手の攻めが成功しちゃうこともあるので気をつけないといけないですね。でこういう時はですね一つずつ嫌味を消していくのがよくて、やはりこう狙われてるのは王様ですから、まず3二玉と王様を戻しちゃうと、こうやることでまず小瓶を緩和するわけですね。1二玉ってねなんかもう玉を寄ったからにはもっと深くこっち行きたくなるとこもあるんですけど、こっち行っちゃうとかえって行き止まるのは危ないですね。もう相手が攻めてきた時には穴熊とかにこだわらず戻っちゃうと。でこれはね4四歩と先手は取ってくるんですが、ここもね頑張ってしまうのは2二銀です。実戦でもよっぽどこうやりたかったです。こうやっちゃうともう本譜みたいにね香車を取らせずに全部桂馬が取れちゃえばいいと。ただこれはちょっとさすがにリスクが高いかな。で具体的に言いますと、この銀を上がることで香車は取られなくなるんですけど桂馬を取りに行く手が遅れるので、例えば6七金と上がって2四歩に4二八飛車と、これちょっと嫌な形なんですね。先手もすごい格好ですけれども、これで2五歩なら4三歩成となられて、同金に2二角成同玉4三飛車とねバサバサやられちゃうと。なので一番の理想はね香車も取らさずに桂馬が取れればいいんですが、ここはね2四歩で妥協しました。これですといった早いから6七金から4八飛車が間に合わないですね。具体的に言えば6七金2五歩4八飛車なら今度3三角とかでもねこれぐらいでも受けが効きます。実戦はもちろんこの2四歩に対してはね4三歩成となればこれで同金に1一角成とね香車を取ってさあ大成功だぞって感じなんですけれども、2二銀が冷静な一手でね、これよくよくね繰り返しなんですけど、よくよく見ると先手の攻めが少ないんですよね。繰り返しなんですけど、もしここに銀が空いてこういう形ならね藤井システムよくあるような形でしたら、例えば叩いて同銀で香打つとかね銀が空いて怖いんですが、後押しがね
ないんですよね。だからこう切ってっても同玉でそれ以上攻めがないと。先手1二馬と引いたんですが2五歩と取り返して、これはね後手が優勢でしょうね。馬ができて先手は良さそうなんですけど、次これ後手の馬が来ると4六桂がきつすぎるんですね。これだから玉を動かしたばっかりに反動が来ると。実戦4八香と打ったんですね。これはでも攻防の一手ですけれども、4四歩と普通に受けておいて、さあ一段落なんですが、これでねもう一押しがないんですね。例えば藤井システム繰り返しなんですけど、端が伸びてれば端を攻めるとか、この2手が銀だったら4五歩と打っていくと。これは大変でしょうね。これは仮想図ですけどね。仮想図、完全な仮想図、同歩同銀で使っていくとかね。やはりこのね収まった瞬間にもう一押しが来なかったっていうのはこの将棋の非常に大きいところですね。実際7七桂と、桂馬は足の速い駒でね実戦見られる6四歩の攻めとかを狙ったんですが、3三角と上がってね、もうこの馬を取っちゃうのがいいんですね。私の方でしたね。この角が馬がね逃がさずにこの馬を召し取ってしまえばあとは嫌なところがないと。で先手は3五歩と動いたんですが2三銀とやって、これでね馬が捕獲ですね。やはり押し上げの駒が何もないので馬が孤立してしまったということですね。で2三銀に対して、3四歩と取ったんですが同金、逃さずにね、強力な馬なのでね非常に怖いんですけどね、何か駒があったら4三に捨てて銀取るとかあるんですが、駒がねないのでね、実際は2三馬と取ったんですが同玉となって、どうですかね。ここまで来ると見た目で結構はっきりね後手が優勢だなっていうのはね皆さんもお分かりいただけるかなと。結構すっきりしてきましたよね。かつこの王様結構ピンチですよねこれね。王様に対してこの金と歩が近いんでね、これがだから逆に言うと藤井システムがいかに優秀かってことですね。藤井システム王様を囲わないって発想が素晴らしいんですね。例えばこうなった時もこっちは全然いいですからね。実際は4三銀と絡んだんですが3五金と無理なくかわしましてね、これは結構ね先手の方も苦しいですね。3四歩と打っていったんですが2四角、駒がね足りないですね。攻めが切れちゃいましたよね簡単に言うとね。で6四歩と突いて同歩に6五歩と、さあこれは先手の方としてもなんとか飛車を使おうということで、ここからね、私の方の今度は寄せ方の、勉強というか寄せ方のどう寄せるかっていう話ですね。3七歩と叩いてしまってもいいんですけれども、実戦は3六歩と、じっくり歩を打ちました。でこれは次にですね、2六歩と突いて、あるいは5五角と打つと、いろいろね攻めがありますんで、後手はね先手の方です2六8銀と受けたんですが4六桂と打ちまして、同香同金と進軍しました。これもう駒がないんでね桂馬じゃ補えないんで4八金とね上がったんですが、この時にね次の手ぜひね覚えてほしいですね。これ本当に局面優勢なんで、例えば3五香のような手でもいいんですけれども、気をつけないといけないのはこうねどんどん攻めてって、なんとなく例えばこの辺で金が変わってね先手番なんかとこれが結構嫌なんですね。3三歩成ね、同角なら金打つ、同角でも金打つね。だからこの一応銀が侵入してるんでね、攻めてった時の反動は常に考えなきゃいけない。で4二銀、これがね本局ではもうほとんど決め手でしょうね。とっても味がいい手です。これなんで味がいいかというと、先手が継ぎ歩してきたところに引くことによってここが一気に重くなるんですね。これ継ぎ歩してない方がいいですかね。こうなるなら取って走れるとね。なので継ぎ歩のタイミングでこの銀をぶつけて、かつこちらにねなってしまえば皆さんお分かりですけど王様が圧倒的に安全になりますから、これで3五香打ってもね全然さっきの3三歩成がなくなるだけでも全然安全だと。で実戦は4二銀に同銀成と取ったんですが同金と取って、万全の体制ですよね。これで、これもね覚えてほしいですけど、守りの手をやることで持ち駒が増えて攻めにつながるということで、一番ね、守りが攻めにつながるっていう感覚ですね。で実際1六桂と、ただ先手の方も一番いい手だと思います。これでね角を狙ったんですが、もうね満を持して、3七銀と、打ち込みましたね。これは同銀同歩成から清算になるとねこれは持たないでしょうね。同金同金、こうなると仮にですけど1五角と出たりしてもね、これは決まってる格好ですね。実戦は3七銀に対して4九玉と
引いたんですが、ここから手順の寄せですね。2八取ってもいいですけど、最短で4八銀成、同金、5七金と最短で寄せでいきます。もちろん角は取られてしまったんですが、飛車を取って、はい。結構ね、はっきりの局面ですね。次に私のね、後手の番が来れば、5九飛車、3八玉、2九角の3手詰めがあります。で、先手もね、角銀銀と駒は手にしたんですが、王様がね、後手の王様広いのでね、はっきり後手勝勢ですね。実際は1二銀と打って、これね、気をつけないといけない。一応2四玉と上がりますとね、4六角と打たれて、この金をこう王手で取られると、局面優勢ですけど、やや長引きます。ですので、1二銀には3四玉と、こちらをね、あえて桂馬を取らずにかわしました。で、3五銀っていうのもね、勝負手ですよね。同玉でしたら5七角。ただこれも4三玉と、慌てずにかわしてね、これでちょっとさすがに、手がね、つきましたがね、はい。角しかなくてね、これ王様ね、早逃げとかしても、もう歩がないので4五香が痛すぎるんですね。もう歩で受ける手がないんでね。なので、実戦は3四角と、王手をして、5三玉に3八玉とやはり逃げたんですが、やはり4五香が回ってね。同角と取れば息は長い、もうちょっと持ちますけど、もうさすがにね、戦力がなくなってしまうということで、実戦は6四歩と、こうこれ形作りですね、取ったんですが、5九飛車と打ちまして、受けがないですね。で、実戦は4六歩と打ったんですが、2九角の、一手詰めですね。最後は詰みまでいったところで決着となりました。はい、いかがだったでしょうか。振り飛車に対してね、居飛車穴熊非常に人気があってね、居飛車穴熊に組もうとした瞬間に、本局のように攻められるという経験はね、どなたでもね、あるかなと思うんですよね。王様が陣形が整う前に攻められるという非常に気持ち悪いものなんですけれども、攻める方にもね、やはりリスクというかね、攻める方もちょっと無理をして攻めるようなところもありまして、ちょっとした形の違いでね、その仕掛けがうまくいったり、無理筋になったりするんですけど、そういったところね、局面の読み方のポイントなどをね、繰り返し見ていただいて、皆様の対局のね、参考になればなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。